こんにちは。アダルト・チルドレンについての電子書籍作家、自分探しイズムです。今日は条件付きの愛で育てられたアダルト・チルドレンが親に言ってもらうべきだった言葉、つまりアダルト・チルドレンを克服していくために大事な言葉を動画の後半でお伝えします。とはいえ、アダルト・チルドレンは言葉を聞けば治るというものではないので、言葉を聞くことよりも、言葉の意味するものを腑に落とすことや、なぜ必要なのか、なぜもらえなかったのかを理解して、ならば、今からできることをしようと強く決意することが大切です。このチャンネルはアダルト・チルドレンの治し方や改善方法、少しでも生きやすくなるための情報などを配信しています。当事者の方には何らかのヒントが得られるかもしれませんので、興味のある方は他の動画も見ていってください。また字幕が必要な方は字幕の設定をオンにしてください。多くのアダルト・チルドレンは子供が健全に育つために必要な言葉をかけてもらっていません。いや、言葉をかけてもらったかもしれませんが、大事なのは言葉ではなくて、親の無意識です。心が未成熟の親も、子供を愛していると言います。もしかしたら、世界一愛しているというかもしれません。でも、親によって違いますが、その子供が学校の成績が悪いと受け入れなかったり、いい子で親の言いなりになっていないと受け入れなかったり、部活で活躍しないと受け入れなかったり、会社を辞めると受け入れなかったり、親の期待に応えないと受け入れなかったり、親の役に立たないと受け入れなかったりします。親の期待に応えた時だけ愛情や承認を与えるのは条件付きの愛です。要するに、アダルト・チルドレンを育てる親は、親自身が心が未成熟で、自分がああしてほしい、こうしてほしいが激しく強いのです。こうなればどうしたって条件付きの愛になります。条件付きの愛の反対が存在するだけで愛されるという無条件の愛です。このような子供は最初から愛されているのだから、愛を得るために特別に何かをする必要がないのです。自分を犠牲にする必要がないので、自分のしたいことをして生きていけるのです。完全な親はいませんので、厳密には条件付きの愛と無条件の愛と2種類なのではなくて、その間もあります。つまり条件付きの愛にも度合いがあります。ちょっと条件もあるけど、それ以外のところは子供の存在自体を愛している親もいれば、本当に条件しかなくて子供が役に立たなかったり、期待に応えないのであれば、全く愛せない親もいます。もっと言えば、子供が条件をクリアしようがしまいが、そんなもん関係なしで、そもそも人を愛せない親もいます。でもここでは、便宜上、条件付きの愛と無条件の愛と真っ二つに分けます。厳密に言葉通りに受け取るのではなくて、ニュアンスで受け取ってもらえたらと思います。
では、条件付きの愛で育てられるとどうなるのか、主要なものを見てみましょう。存在しているだけで無条件に愛してもらえなかったということは、否定され続けているということです。だから自己評価が低くなります。存在自体を無条件で愛してもらえた人は肯定され続けているわけですから、自信のある人へと成長していきます。そして条件付きの愛で育てられた人は、心理的には親を満足させることが義務だったのです。このような人は大人になってもしなければならないという義務感で生きているかもしれません。お盆に実家に帰るのも義務感。働くのも義務感。家族旅行も義務感。みんなで遊びに行くのも義務感。散歩も義務感。生きることも義務感。嫌われるからしなければならない。周りに変な目で見られないようにしなければならない。健康のためにしなければならない。このように、あれもこれも義務感で生きているのです。これでは人生が楽しくないのは当たり前ですね。人生はしたいことをする場所なのに、義務感になってしまっているということもおかしいのですが、さらに自分で自分を縛ってもいます。例えば、すべての人に好かれなくてはいけない。つまり、たった一人にも嫌われてはいけないということです。人の役に立たないと価値がない。全力で働かなければいけない。いつも勉強とか読書とか何かためになることをしていなくてはいけない。こんな感じです。これだとどんどん自分を追い込んでしまいます。なぜこのようになってしまうのか考えてみましょう。存在しているだけで愛される。これが後の人生を楽しく生きていけるようになる基盤です。存在しているだけで愛されるのではなく、何かを達成したら愛されるというように、条件付きの愛で育てられた人は、この自分ではダメなんです。何かを達成する自分でなければダメなんです。これが根っこにこびりついているから、人の役に立たないと価値がない。全力で働かなければいけない。いつも勉強とか読書とか何かためになることをしていなくてはいけないと感じるのです。そして、これは自己実現ではなく、恐怖や不安に突き動かされているだけです。だから、実家に帰るのも義務感、働くのも義務感、家族旅行も義務感、みんなで遊びに行くのも義務感、散歩も義務感、生きることも義務感なんです。では、その突き動かされている元の恐怖や不安はどこから来ているのかということです。親の期待に背くことは決して良いことではないけれども、これぐらいだったら親は怒らないから、これぐらいやっちゃえと、親の期待と自分の欲求のバランスを取れた人もいます。このように親に対して安心していられた人は、規範意識と自分の欲求のバランスを取るということを学べたのです。でも親が怖かったり、
自己中心的だったりで、自分の欲求は完全に無視させられて、親の欲求だけで生きてきた人は、これが学べていません。このような人は、一人では生きられない小さかった頃に、親の期待を無視して自分の欲求を満たす行動をすることは恐怖だったのです。それが無意識にこびりついているので、今でも何かを達成しないと不安で恐怖なのです。これがあれば何をするのも役に立つこと、ゴールを決めることを目指してしまいます。だから頑張りすぎてメンタルが壊れて働けなくなったり、収入がなくなったり、ゴールを外すと、私なんか生きてても迷惑をかけるだけだ、などと言い出す人まで出てくるのです。働けなくても、収入がなくても、存在するだけでいい、存在するだけで価値があるということが全く分かっていないのです。確かに現実問題としては、収入がなければ生活面で困ります。でもそれは存在するだけで価値があるというのとは別問題です。厳密に言えば存在するだけで価値がある。でも生活は苦しくなるかもしれないという2つの問題があるということです。今は蓄えがあったり、何らかの保護があって生活に困らないのであれば、バリバリ働いている人と比べても人間としての価値は変わらないということです。それが心の底から分かっていれば、誰かにお世話になることができます。だから休むときはゆっくり休んで、体調が戻ってからお返しをしようという健全な思考ができるのです。愛されて育っている人も達成を目指します。ゴールを目指します。でも存在しているだけでは価値がないから、義務感でゴールを目指しているわけではありません。アダルト・チルドレンは存在しているだけでは価値がないから、義務感でゴールを目指しているのです。どうしても存在しているだけでいいということがわからないのは、小さい頃に存在しているだけで愛されるという経験をしていないからです。では、義務感で生きている人をもう少し深掘りしてみましょう。義務感で生きている人は自分を追求していないので、普通からはみ出ないことが重要になります。例えば、このような人の内定が欲しいは、この仕事がしたいではないのです。就職するのが普通だから、自分も普通の輪からはみ出したくないがための内定が欲しいなのです。そして就職先を選択するときは優柔不断になります。義務感で生きているアダルト・チルドレンは、ここに行けばあれができる、こんないいことがあるという比べ方ではなく、残業が少ない、休日が多いなど条件面を比べることになります。これはネガティブ面が重要になりすぎるということです。これがしたい、あれがしたい、こんないいことができるがあれば、それ以外のところはあまり気にならないのですが、それがない人は残業がちょっとあると、休日がちょっと少ないと
大きなマイナス要素になります。そこでプラス要素ではなくマイナス要素を比べることになります。だからこの会社はこれがあるから嫌だ。あの会社はあれがあるから嫌だ。あっちの会社はああだから嫌だとなかなか決められないのです。だから義務感ではなくしたいで生きられるようになりましょうという話ですが、したいで生きられるようになるには最低条件として自分のしたいがわからなければ始まりません。アダルトチルドレンはここからになります。今まで自分の気持ちより周りの人の顔色を大事にしてきたということです。そうしないと生きられなかったのです。でも大人になったら違う生き方も可能だし、人生は生き延びればいいというものではないです。自分のしたいで生きられるように、周りの顔色を伺う割合を少し減らして、もし周りの人はみんな仏様のような心を持っているので、周りに気を使わないでいいとしたら、今自分は何をしたいのか、どうしたいのかと考える時間を作ることから始めましょう。気づいていない人は多いのですが、アダルトチルドレンは自分の内なる声を本当軽視しています。例えば、髪の毛を染めたいと思っているとします。でもこの年で染めると恥ずかしい。挑戦したいと思っている。でも失敗したら恥ずかしい。怒りたい。でも立派な人になるべきだ。遊びたい。でも勉強をするべきだ。あれをしたい。でもあれをすると嫌う人が出てくるだろう。こんな感じです。全部本当の自分の声ではなくて、小さい頃に内面化した親の声に従っているのです。アダルトチルドレンを育てる親というのは、人生を楽しく生きる能力がない人です。幸せになる能力がない人です。その人の言葉に従っていて、人生が楽しくなるわけがありません。まず自分はこれをしなければいけない、あれをしなければいけないと自分を縛っていることに気づくことが必要です。さらにそれは小さい頃から恐怖にさらされて生きてきたことによってできた思考回路が何の疑問も挟まずに自分に伝えているということに気がつく必要があります。気がついたら同じような思考になったときはちょっと一時停止して疑問を投げ込んでみる習慣を作りましょう。思考回路は自動操縦なので、自分で一時停止ボタンを押して再検討しないと、間違っていることでも、それは絶対に正しいことだと感じたまま進行してしまいます。これが今までの人生です。この人生を変えたいと感じているのであれば、自分で一時停止ボタンを押す必要があるのです。そしてそれが習慣になるまで、習慣になって回路が変わるまでやり続ける必要があります。ではポイントを振り返りながらアダルトチルドレンに必要な言葉へとつなげていきましょう。条件付きの愛で育てられた人は
生まれてきてくれてありがとう、存在してくれてありがとうという当たり前のメッセージをもらえていません。代わりに、あなたは役に立たないと存在している価値はありません。ありのままのあなたは人様の迷惑になりますというメッセージをもらっています。メッセージとは言葉とは限りません。親の無意識のことです。子供は親の言葉ではなく、親の無意識の影響を受けます。言葉と無意識が違う人も多いです。心が未成熟な人ほど言葉と無意識は違います。あなたは役に立たないと存在している価値はありません。ありのままのあなたは人様の迷惑になりますというメッセージをもらいながら育ってきた人は、それが正しいと思い込んでいます。脳の思考回路が快速特急で止まることなく何の疑問も持たずにいつもそのまま通過しています。だからこうならなければいけない、こうしなければいけない、役に立つことをしなければいけない、嫌われないようにしなければいけないと義務感でゴールを目指す生き方しか考えられないのです。そこで生きる姿勢がしたいことをしようとするのではなく、しなければならないことをするという姿勢しかないのです。この姿勢で生きている人と自己実現的に生きている人とでは、同じことをしても成長度や幸福度や心の健康度などあらゆるところで大きな差が出ます。自分のしたいで生きられるようになるためには、まず自分の気持ちを確認する習慣をつけましょう。もし誰にも嫌われる心配がなく、あるいは嫌われたとしても困ることは何もないのだとしたら、この状況で自分は何をしたいのかと考える習慣をつけてみてください。そして何の疑問も持たずに、こうしなければいけないと思い込んでいることに疑問を持ちましょう。こうしなければいけない、こうするべきだ、こうするのが当然だと感じたら、一時停止ボタンを押して、ちょっと疑問を投げかけてみてください。疑問を投げかけても、最初はこうしなければいけない、こうするべきだ、こうするのが当然だとしか思えないと思います。それでも疑問を投げかけてみてください。思考などは一気には変わらないのです。変わらなくても自分の思考に疑問を持つことが大進歩なのです。次に、好きなことをして生きていい、人の顔色ではなく自分を大事にしていいと当たり前のことを当たり前と思えるように、存在自体の自分の価値を感じる努力をすることです。存在しているだけで自分に価値があると感じられないのは、小さい頃に親にそのように言い続けてもらっていないからです。本当はまだ脳が柔らかい小さい頃から親に言ってもらえるとよかったのですが、今更それを言っても仕方がないので、自分で言いましょう。あなたはいるだけで価値があるのです。あなたは参加するだけで喜ばれる存在です。あなたはありのままのあなたで愛される存在です。あなたは誰かの期待に応えた時だけではなく、何もしなくても愛される存在です。
あなたは何かを達成した時だけ価値があるのではなく、ただ存在しているだけで十分です。あなたはいるだけで周りに影響を与えています。あなたの存在は意味があるということです。あなたは完璧でなくても価値があります。過去の出来事はあなたの価値とは関係がありません。あなたはできないことがあってもいいのです。できないことがあってもあなたの価値とは関係がありません。あなたは何を感じてもいいのです。怒りや憎しみやネガティブな感情を持ってもいいのです。持つべき感情があるのではなくて、あなたが正解です。あなたは自分の選択に自信を持っていいのです。あなたはしたいことをしていいのです。一般的に望ましくないと思われるものをあなたが持っていたとしても、なんだあなたの価値を脅かすものにはなりません。あなたはあなたでいいのです。脳の柔らかい小さい頃に言ってもらえたら脳はすぐに変化しますが、大人になった今は繰り返し繰り返し言い続ける必要があります。だからこれを言ったり書いたりし続けて、ほんの少しでも親や、親がこのようなことを言うわけないという人は、親代わりの人や尊敬する人や信頼する人に言ってもらえたと感じられるようになったら、あなたはのところを私はに変えて、自分が自分に一人称で伝えてあげてください。では、ここまでにします。YouTube 参入してから1ヶ月以上経ちましたが、チャンネル登録者数が伸び悩んで苦しんでいます。ぜひ仲間の皆さん、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。